フロスピ虹ホロ交流戦、北海道から帰ってきたぞー。あっという間でしたね、虹ホロ交流戦。北海道やっぱちょっと肌寒かったですね。長袖着ててちょうどよかった。このパーカー着ててちょうどよかったぐらいまでありました。今回、虹ホロってことで、虹三時の皆さんともね、ご一緒でございました。で、虹三時さんは、佐々木咲さん、リゼヘルエスタさん、星川沙羅さんという状況で、ホロライブはみんなも知っての通り、吹雪先輩とペコちゃんと一緒に行きましたけども、いやー、北海道行ってきたよみんな。暑かった？そちらの方は。こちらはね、涼しくて最高でしたよ。まず、空港でマネちゃんに言われたのが、ペコラさん、薄着すぎませんかって言われたの。北海道が、そんな寒いと思ってなくて、マジ薄着しか持ってこなかったのね。まあでも、昨日、おとといとペコランドクソ暑かったから、まあそんなに、北海道もそこまで寒くないと踏んでますみたいな感じで言ったんよ。もう見事に寒くて、マネちゃんの上着を、もうずっと着てた。そう、ペコちゃんがちょっと寒そうにしてて、マネちゃんから、上着を借りてて、そう、ぬくぬくになってたのが可愛かったな。今日ちょっと寒いペコね。カウドソ的にはもう、ちょっともう、やばいことがあって、更衣室にはなんか、でかいソファーみたいなのがすごいあって、広かったんですよ。で、僕ちょっと眠くて、更衣室の端っこで、うつ伏せになって寝てたのもう死んだようにね。そしたら、虹三時さんが、キャーうわ誰か寝てるとか声が聞こえて、でももう今動けねえと思って、もう今動いたら変質者だと思って死んだふりしといたっていう。やべえ、これでもパンツ一丁でとかだったらマジで気まずいと思って動かなかった。死んだふりしてた。カナダさんだってなっただろうけど、その後シーンってなって、僕もそこから記憶はもうないです。はい。ホロライブのあまねかなたさんが控え室で死んだように寝てたらしいんです。ただ、ほんとにごめん。そのエピソードは知らないんだけど、でも、かなたんが死んだように寝てたのは知ってる。で、なんで知ってるかっていうと、星川もそこに行ったのね、寝たくて。クソ眠いな、広いところで寝てえな、ソファーで寝てえなと思って、同じとこに入ったの。そしたらなんか先客がいて、一人倒れてて、ソファーに。かなたんは、普通にソファーに寝てたけど、星川はソファーにクッションを積み上げて、快適なベッドスペースを作って寝てたから、かわいそうだな、枕ないな、あの人って思いながら、星川は、自分の快適なスペースで寝てた。いいでしょう。添いにしてきましたってことにしとこ。すみませんでした、虹三時さん。だってマネージャーがいいって言っただ。北海道の飯うますぎ。これなんですわ。エスコンの飯がうますぎ問題。スタジアムのご飯、シャウエッセンホットドッグがめちゃめちゃ美味しかったですね。最高でした。というのもですね、もうスケジュールが密密で、ご飯なんか食べに行ける暇がなかったですね。数時間に及ぶリハーサル、そしてデイ1が終わったらデイ2のリハーサルもあってという、解散9時、10時とかで全然、ご飯食べに行く時間ないと思って、なのでジンギスカン食べられなかった。ジンギスカンめちゃめちゃ食べたかったのに。なんかもともとかなたさんって呼んでたんだけど、デイ1の台本に星川のセリフで、私とかなたさんが一緒に声を出すのでみたいに書いてあったの。なんか寂しくねと思って。だってさ、今から盛り上がるぞって時にさ、星川とかなたさんがっていうのなんかちょっとさ、よそよそしいというか、なんかテンションぶち上がんなくねと思って、さって台本にかなたさんって書いてあるんだけど、かなたんって呼んでもいいって言って、もう全然いいよいいですよみたいな言ってくれて、そう、距離感がね、寂しいなと思ったから。逆に台本にそう書いてなかったら、星川はずっとかなたさん呼びをしていたかもしれない。虹三時さんメンバーとはどれだけ喋ったかというと、リハの時とかも、やっぱりこう、なんかすれ違うんですよ。で、そういう時に、佐々木さん、笑顔を向けて、お疲れーとか、眠いねーとか、言ってくれたのが佐々木さんだった。もうなんか、優しいって思って。すごいね、可愛かったよ。みんなが見てる、もうあの笑顔ですよ。あの笑顔を僕だけに向けてくれたんだ。虹三時さんは陽キャが多いのかな。すごい優しい方々だった。3人とも。マジで。
なんか気を使って喋りかけてくれるし、星川さらちゃんはもう、イエーイっていう感じなんだけど、意外とあれらしいよ、なんかペコラには完全になんかオタク化してた。で、なんか1年前から、実はペコちゃん本当に好きで、みたいな言われた時に、いや、アクターだったやみたいな。言ったら、いや、本当に違くて、つって、人は変わるんです。ほんと、ペコちゃん、すごい好き。ガチで言ってたよ。嬉しかったよね。実は、ひっそり1年前ぐらいから、めちゃくちゃ配信を見ていた。実は星川めっちゃ好きでっていうのもそこで伝えたし、でも、さなちゃんは友達がいっぱいいるでしょみたいな言われて、さなちゃんの MBTI だっけそれ何星川は E なのね。外交的な E なのね。だから、いいですって言ったら、じゃあそれは違うよって言われた。もうなんで星川 MBTI 愛じゃねえんだよと思って、もう。愛だったら仲間の証明できたのに。でも、そう、そのなんか塩な感じがすごい可愛くて。塩なのがいい。もう、なんか、冷たい目で見られたい。ぐいぐい来られるの苦手なの知ってるんだけど、仲良くなりたくてって言ってくれて。阪神ペコーラもさ、嬉しい半分、ちょっと恥ずかしかったから、はは、みたいな。いや、でも、すごい嬉しかったの、ペコラも。いや、佐々木作さんは、本当に、なんだろう、周りを見てるし、すごい優しい。あとなんか、やっぱ困ってたりしたら、フォローしてくれるというか、あと喋りもうまいし、いじりもうまい。本当に。それ、あとね、リゼ様もね、いじりうまいね。なんか、陰キャに見えなかったけど、全然話してたし、優しかったよ。あの3人、すごい優しかったよ。あと、そのリゼさんの手に関しては、そのリハーサル中に、本当にカナダさんって握力すごい強いんですかみたいな話をされて、そうなんですよ、実は。気になるみたいな。なんか、私は、20もないんですよって言われて、じゃあ、途中で、無理って言ってくださいね。少しずつ行きますんでって言って、ガッて言ったら、マネージャーってマネージャーさん呼ばれた。リゼさんがそう、やばい、今、危機を感じたっつって。ちょっとマネージャー呼ばないで、マネージャーっつって。その間10、まあ、出てても15かな。さすがにリゼさんを壊すわけにいかないでしょ。でも反応が良くて、喜んじゃう。いやー、リゼちゃんがね、もうめちゃめちゃ面白くて、ほぼほぼツッコミ役だったね。わあ、ホロとニジが絡んでるっていうね、こう謎の感動を白神は覚えていた。めちゃめちゃ良かったね、そう。その横で、さくちゃんが椅子が低いってので、椅子を高くしてもらってるのを、ニコニコ眺めてる。いいね。てえな、思いながら、出ましたね。いや、ふぶちゃんね、すっごいね、挨拶とかめっちゃ元気なの。これ、かなたんとか、ペコさんとかは、よろしくお願いしますみたいな感じなんだけど、ふぶちゃんはね、よろしくお願いしますみたいな。すっごい元気で超可愛くってさ。そう、アイドルって感じだった。そう。で、声めちゃくそ可愛いし。あれになりたい、しかも。プロだったね。ミニライブも良かったっしょ。てかさ、虹サージさんとさ、歌える日が来るだなんて思ってなかったもん、正直。なんかさ、終わり際とかも言ってたけどさ、またこうやって虹ホロの何かしらのイベントがあればいいなってペコラも思った。そう、デイワンの終わりに、また翌日のリハーサルとかがあってすごい遅くまで結構やってたんだけど、その時に、星川さんが、ね、サラちゃんでいいよ、敬語やめてねって言われて、キューンってしたの。可愛かったわ、本当に。温泉入ったよ。温泉、一人でだけど。気持ちよかったわ。なんかね、うまい感じに誰とも会わないようにみんなでね、なんか、あれ順番やってた。で、ふぶちゃんにも、チャメで行こうって言って、そんで、じゃあまずふぶき先輩が入って、今誰もいないよーみたいな感じで、その次、じゃあ僕急いで行きますって言って、もう僕さ、お風呂はね、一人だったんだけど、その時、誰もいなかったんだけどさ、もうほんと怖くて、怖いというのが、なんか入ってる間に、20、30さんとか聞いたらどうしようとか思って、もうドキドキしてて、こんなビクビクしながら、髪洗えんと思って、
もう使ってすぐ出た。チナその間10分な。あんまり早く出たら、なんかこいつ汚くねみたいな感じで思われても嫌だしと思って、本当は、7分ぐらいで出たんだけど、ちょっとゆっくり階段を登ったりとかして、時間を稼いで、で、出ましたって言った。ペコちゃん、今誰もいないよって送って、あんた早いな、みたいなことを言われてるときに、かなたちゃんがもう爆速で出て、で、次入ろうかなと思ったら、そしたらね、ちょうどリゼさんとすれ違ったのよ。リゼさんみたいな。で、ちょっと待って、ペコちゃんって送ってから、リゼさんみたいな感じで、お疲れ様ですみたいな。お風呂行くんですかって、まだだけど、ちょっと後でみたいな。入ろうかなと思ってますみたいな感じで、そうなんですね、みたいな。明日もよろしくお願いしますとか言って、じゃあ、おやすみなさーいって言って、おやすみなさーい。ペコーラ待てペコーラ待て20、30さんがワンチャンこの後、爆速じゃないけど、入るかもよって送ったら、マジか、さすがにちょっと、二次三次さんと特に裸の付き合いははずいわ、みたいな。だから、じゃあペコラをギリギリ終わりの時に行こうかな、みたいな。ありがとうね、わざわざ、みたいな感じで返信して。ファインプレイしました。スパイだよね。そっからでもすぐ寝たな、なんか。やっぱ、緊張と疲れもあってか、この北海道はぐっすり寝た、正直。で、時間にギリギリまで寝て、起きて、こんな感じだったの。僕優しいなと思ったのが、朝むっちゃ早くて、あくびとかしてたら、ペコちゃんが、大丈夫眠れたみたいな感じで聞いてきてくれて、なんでこんな優しいんだろうって思って、言ったの。ペコちゃんさ、なんで優しいって言ったらね、困惑してた。なんでだよ。心配するだろ。寝てなかったらさ、って言ってて、ありがとうございますよ。しかもさ、最終日にさ、マネちゃんがなんか半袖なの。で、ペコラはずっとその上着を借りてたから、マネちゃんに、もしかして、これペコラが借りてるからこれ今日半袖なんすかって言ったら、そんなことない大丈夫だよとか言いながら、絶対そうだと思って、いや、先生今日ペコラ一応薄いけど、長袖なんですって、マネちゃんに返した、さすがに、今までありがとうございましたって、数日間、ありがとうございましたってことでね、返して、あれだけど、寒さをバカにしてました。普通にそんな寒くねえだろって思ってた。正直。2日目ペコーラさ、リセ様チームにさ、ボコボコにされてたやん。なんかもう、佐々木さんの、なんか、いや大丈夫だよみたいな感じの掛け声がもう心に染みたね、あの時は。敵ながら優しい言葉をかけてくれんだっつって。嬉しかったよ。でもやっぱり、なんか、交流戦してみて、感じた。なんか事務所の雰囲気の違いというか、2時は星川からするとすごいアットホームだけど、やっぱね、こちらから見たホロライブさ、めちゃくちゃアイドルで、これがアイドルかって目の当たりにしてね、感じた。なんかね、細かい動きとかが、もう全部ちゃんとアイドルなの。うわ、伝わるかな。なんかね、立ち振る舞い、全部アイドルなんだよ。普通に立ってるだけでも、ずっと可愛いの。みんな。指先までね、アイドルでしたね。つま先まで。その、二次ホロ交流戦終わって、お疲れ様っていう感じの時に、じゃあ、この後移動ですって言われて、で、ペコちゃんと顔を見合わせた、まず。で、ペコちゃんこれ打ち上げかみたいな。でも、さすがに、これ行きますよ。行かなきゃね。お話全然できてなかったところもあるし、ご挨拶ちゃんとしたいしなんです。リゼちゃんのお誕生日ケーキとかを食べたんですよね。全員で、6人で。これ、もしやペコちゃん、これは帰りたいパターンかとか思いながらも、連れられてきてた。そう。一緒に食べような、ペコちゃんっつったら、食べる。そう、可愛いなと思って。ちょうどね、右隣がカナダちゃんで、左隣がフーブちゃんで、その、向かい側で、佐々木のさくちゃんが、出てきたナポリタンが、ちょっと絡まってて、取りづらそうにしてて、そう、これ取れんのやけどって言いながら、絡まったパスタをほどいて。その横でリゼちゃんが、寿司ですよ、寿司お寿司ですよマグロ誰も食べないんですかこれっつったら、みんなが、いいよ、これリゼちゃん食べてつって、マグロですよいいんですかリゼちゃん誕生日だし食べちゃうのよ食べますよ美味しいリゼちゃん、おもろみたいな。で、その、リゼちゃんの向かい側で、かなたんも、お寿司、美味しいって言いながら、黙々とお寿司を食べてましたね。なんか、すごい、
新鮮だな。箱外での、こういう会話っていうのが、新鮮すぎて、なんか涙出るかと思いました。はわいや、帰りの空港は、フライトまで時間があるから、まあ、みんなお土産とかどうぞって感じだったから、あ、そっかそっか、つって。で、僕はその瞬間思った。ペコーラ先輩一人で行動したいだろうなって。一人で行動したければ、スッと行くだろうと。そうじゃなければ、ちょっと残って、どうするみたいな感じかなって思って、それを見極めた上で、声をかけるかどうか決めようと思って、先に行かせた。歩かせたら、行った。フライトの時間までどうぞって言われたから、はーいでスーって。ペコちゃんを誘おうと思ったら、じゃあちょっと自由時間だからねの前にペコちゃんはね、さっそうとどこかに行ってしまったよ。あれペコラどこペコちゃんどう行った闇に紛れて。風の女、ペコラ。さすが。ふぶちゃんと一緒にいていいのかなって。ふぶき先輩どこ行くのみたいな。前に、あやふぶみで行った時に、ミオがここうち行ったことあるんだけどめちゃめちゃ美味しいよっていう立ち食いお寿司屋さんを、3、40分並んで、で、かなたんがさ、僕イクラ買ってきますって言ってイクラを買いに行ったんですけども、ふぶき先輩すいません。イクラ買ってきていいですかって言って。いいよみたいな感じで、で、イクラをね、見に行って一人でね。で、その時に、ふぶちゃんとピコーラ先輩と、なんか一緒の、なんかお土産あってもいいかと思って。で、その時にふと思い出したのが、一番最初に、もう北海道にたどり着いた時に、なんか、すごい、高級な感じのさ、ご飯を食べたんですよ。フォロだけでね。で、その時に、僕とフルちゃんとペコーラ先輩が全員キャラモノの靴下履いてて、で、そういえばキャラモノの靴下だったら腐らないよな、みたいな。靴下お揃いの工程、最後渡しました。そんで、ふぶき先輩のとこ戻って、で、そしたらね、並んでてさ、で、今はこれおせち食べるけど一緒に食べるみたいな言われて、いいのって言って、二人って言って、並んでるから、みたいな。もう、いいんすかと思ってそこで立ち食いした。かなたんと食って、やばい、寿司の常識が変わるって言いながら、かなたんと二人で食べてましたね。うん。その時に北海道を感じました。一番美味しかったのが、イカを頼んだの。もう、イカがありえないぐらいうまかった。いやもうマジで僕ね、戻れるかな。美味しすぎて。本マグロがさ、大トロの味したぞ。大トロだってよあれ。マグロみたいな。これ大トロだよねって感じだったし。もう貝がうますぎて、やばい。口の中に海広がってるとかじゃない。もう僕今海にいる。ごめん、風紀先輩僕、残るわ、ここに。北海道に残りますって。ちょっと、貝もうちょっと食べるって言って、ダメだよ帰るよって言われた。美味しかった。白神がカナタンの荷物をね、ちょっと持ってあげるところがあったんですよね。そしたらカナタンが、うまき先輩僕が持ちますからつって、いや、大丈夫だよ、カナタンつって、スタスタ持ってったら、違うそれ10キロぐらいあるからつって10キロ何入れてんのする ?10 キロのイクラですって言ってて、イクラが入ってんだイクラとカニ味噌とジンギスカンが入ってる冷凍だから重いんだやめろって言ったんだけど、なんか無理やり奪われて、持たれて、白神のやつ、無茶しやがって。帰り際にね、カナダちゃんから、ペコラ先輩って来て、ね、何つったら、これどうぞつって、お土産ですよって言われて、一緒に他といたやみたいな。どういうことつって開けたら靴下だったの。いいのこれみたいなら、お揃いですよつって。ふぶき先輩と私と、ペコラ先輩のお揃いですみたいな。ここが人としてのできるところとできないところの差を感じた。カナダちゃん、できる女だよ。マジで。ペコーラが何よりも一番良かったのは、やっぱあんたたちの顔が見れたこと、それがやっぱ一番良かったよ。やっぱ緊張しているペコラの、なんだろうな、心を支えてくれたのは、やっぱノウサギ。あんたたちの顔が見れた時。めちゃめちゃ楽しかったぜいという感じでございました。でもイベント自体もすごい良かった。なんか、こういうとりあえずでかいイベント、新しい試みっていうのをやってみて、Day1、Day2 無事に終えることができたっていうのはやっぱ、2時にとってもホロにとってもすごい
ね、大きな一歩になったんじゃないかと思います。今後ね、2時3時とホロライブの合同イベントっていうのはあってもいいなーとは思いましたね。虹ホロ初めてのリアルイベント、どんな感じになるかドキドキだったけど、あったかい会場だったね。そう、ライブパートではね、それぞれの折曲をみんなで一緒に歌うっていうことをしたんだけど、フレーを歌ったりとか、逆にホロライブさんのキラメキライダーを歌ったりとかして、いや、嬉しかったなー。もう出た時から好きで、星川。数年後にまさか自分が歌うことになっているとは思っていなかったよ。めちゃくちゃ嬉しかった。だから歌えて。あれを機にね、うわ、ホロライブの曲いいじゃん。2、3時の曲いいじゃんってね。お互いのファンがなってもっともっと仲良くなれたらいいな。やっぱこういう関わりとかがないと、なかなかね、関わる機会本当にないから。2時3時さん側もさ、ホロの皆さんが、2時の曲とかでもノリノリでやってくれてすごいあったかいなって思ったよって言ってたもん。嬉しかったって。正直ちょっとアウェー感が出ちゃうのかなって不安になってたけど、そんなことなく優しくてすごい嬉しかったって言ってたよ。2時とホロでの音楽フェスとかやれたらいいよねっていうお話をしてましたね。2時ホロ女子音楽祭いいじゃんみたいな。紅白歌合戦みたいな感じで確かにいいかもしれないですね。なんかそういう感じの音楽イベントもやってみたいよねっていう話をしておりました。なんか虹ホロの歴史がちょっと動いたっていう感じがして最高でした。